おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はペア戦のジョウスケ、相方はホルホースだよ。さてまずは目の前のエステシンデレラに突入してアイテムを取りたい。同じことを考えているプレイヤーが向こうにもいるな。クレイジーダイヤモンド。すでにツーマンセルで突入してきたペアがいるようだがこうやって階段を塞いでしまえば容易に突破はできない。普通のキャラなら相当厳しい場面だが諦めて退散していったぞ。これで上の階のアイテムはいただいた。体力に余裕ができたので早いところ相方と合流しよう。私がエステシンデレラのアイテムを取っている間に相方は早くもダービーの資格3体撃破。チップを1枚譲ってもらって私はレベル2、相方はレベル3で早くもアルティメット一発目解放だ。さて残るはプレイヤーか。どこかでプレイヤーを倒してレベルを上げたいが人数が多いので闇雲に戦うのは良くない。近くのプレイヤーを牽制しながらアイテムを集めて準備を整え、攻撃のチャンスを伺おう。お、向こう側で交戦してるぞ。あそこに隠れているのはさっきちらりと見えた丈太郎ハイジオ様コンビか。厄介な強キャラコンビだが距離があるうちは射撃キャラの相方が有利だ。私の役目は近距離タイプキャラを相方に近づけさせないこと。いくら向こうがブロッキングを持っていたりハイ状態でステータスが上がっていようと、護衛を突破しながら相方を狙いに行くのは容易ではない。左側でダウンしていた光一くんが逃げた先で蘇生されてる。ブワって擬音は露伴先生のものだな。しかしこの状況で片方のペアを倒しきるのはちと難しい。近場に別の気配も増えてきたし早いところ次の安全地帯に移動した方が良さそうだな。こっちっすよ。次の機会を待つぜ。チップは取れなかったがこちらはノーダメージだし厄介なキャラたちは相方が結構ダメージを与えてくれた。体力がある限りチャンスはいくらでもあるし、無駄な戦闘を避けるため迂回しながらポジションを確保しよう。パッと見他のプレイヤーは見えないがまだ残り人数が13もいる。うわ、いつの間にやらエコーズに回り込まれていた。このまま見通しの悪い市街地に居続けるのは危険だな。もっと見通しが良くて迎撃のしやすい開けたエリアに移動しよう。こっちの方なら遠隔操作のスタンドが飛んできてもわかりやすいし相方の射撃も通りやすい。お、あんなところにも複数ペアがいてやり合ってるな。しかも相方がちょっと曲がる弾丸を打ち込んだら一人ダウンしたぞ。こいつはチャンスだ。追い詰められるぜ。やろうよ。接近での暗殺こそエンペラーの独断じゃ。このままやってやるぜ。やった。命中してた。相手の体力が残っていても追撃で落とせる二段構えだ。というか、おいおいちょっと待て。相方がダウンを取ってから20秒足らずで残り人数が13から4になったぞ。私らが漁夫乗りを決めてる間に反対側も一気に2ペアがリタイアしたようだな。人数が減った瞬間ちらりとズブンの擬音が見えたから残りのうち1人は露伴先生だな。しかしこちらはさっきのエコーズ以外のダメージは全くないしレベルもマックス。最後の1人のキャラも把握して的確に動けば勝てる。俺も必死なんだぜ。最後の1人は光一くんか。ということは本体は建物の方で確定したな。位置が分かった以上もう二度と相方にスタンドは近づけさせん。勇気あるじゃんよ。ドララ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 。最後らしく俺たちにかかってこいよ。そうやすやすと逃がすかよ。その頭小汚い野鳥になら住処として気に入ってもらえるかもな。この俺にハッタリは通じねえよ。まだ殴り足らねえぞこら。壁を使って距離を詰めながら光一くんのダウンを奪い、最後はくっつんでゴリをして相方と一緒に撃破。スタンをもらってしまったが仮にあの状況でヘブンズロックを食らっても、くっつんをもう一回使えるので撃破される心配はない。ただし2対2で動きや攻撃を封じられると相方を危険にさらすことになるので、攻めるタイミングはよく考える必要がある。今回与えたダメージは少なかったが近距離タイプが射撃タイプと組むとき大事なことは、いざという時まで体力を温存しながら相方に敵を近づけさせないこと。そしてガンガン攻撃を仕掛けて攻めの要になってくれた相方に感謝。それでは次の対戦行ってみよう。全員ぶっ飛ばす。今度の相方はジョルノだよ。さて今回は共にアルティメットスキルが防御系の終盤特化コンビ。
レベルを上げて終盤まで残ることができれば他のキャラで崩すことは困難。丈太郎、ディオ様、ディアボロといった強キャラ相手も建物を使って壁で階段を塞いだり高台に登ることである程度しのげる。ただしその分道中で他の射程の長いキャラや遠隔操作のスタンドで狙われるときつい。まだ他のプレイヤーのキャラは分かっていないけど、とにかくできる限りチップとシールドを集めて準備を整えたいところだ。さて最初に倒したダービーの四角のチップも回収して残りはプレイヤーか。正面にいるのは光一くんか、射程外から狙われ続けたくはないな。さらに向こう側から歌教員とポルナレフの攻撃音。何トロトロのんきに歩いてんだよお前ら。さらにホルホースか。いやちょっと待って。まだ全然エリアが広いのに射程が長い厄介なキャラしか残ってなくね？これは複数に見つかって集中砲火を受けたらかなりまずいことになるぞ。まだエリアが縮小するまでかなり時間があるしチップも足りていないけど、ここはとにかく極力見つからずに攻撃をしのぐことを考えるしかない。ぶっ殺してやる。てめえやめろこら。エメラルドスプラッシュ。グレート、目と目が合っちまった。危なかった。びっくりした。案の定そこら中から狙われまくるな。相手としては終盤強いジョウスケとジョルノを狙いに行くのは当然の選択。エメラルドスプラッシュ。もう切れるぞこら。俺何すっかわかんねえからな。ここでやってはいけないのが焦って突っ込んだり孤立してダウンしてしまうことだ。エリアが狭くなるほど他のペアはこちらばかりを狙っている場合でもなくなる。そうなればどこかで必ずチャンスは生まれる。今回はひたすら耐え忍ぶのがポイントの勝負になりそうだな。さて残り人数は6。ダメージを受けてシールドはなくなってしまったがジョウスケとジョルノはお互いの回復ができる。僕のスタンドはゴールドエクスペリエンス。クレイジーダイヤモンドで直せるっすよ。おっと1人減って残りは1ペアと単独か。さてどこで仕掛けていくか。直すべれ。今度は観念しまった。なんだとたかが数メートル。やるしかない。切ってぶちのめせ。ゴールドエクスペリエンス。くしょう。でも俺って結構人から恨み買うタイプなんだな。知らなかったぜ。じゃあ最後の最後、ギリギリまで耐え抜いてからアルティメットスキルで一気に制圧して勝利。プッツンとレクイエムの前には剣心飛ばしだろうがエンペラーの独壇場だろうが一切関係ない。序盤中盤は確かにきつい場面も多いが、その分生き延びることができれば道中猛威を振るっていたキャラたち相手に一気に巻き返すことができる。同様に苦しい状況下で耐え抜きコンビネーションで一気に攻めさせてくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。